はい、新しいバイクまた見つけました。こんにちは。こんにちは。これはピカピカですけど、なんてバイクですか？これは忍者の650です。650。いわゆる昔の ER 系かなですよね。ですね。がだいぶこう軽くなって、うんスポーティーになっているやつですよね。そうです。どうしてこれを選んだんですか？どうしてっていうかいろいろ乗ってきてますよね。もともとは GGR、の ZZR。そうそうそう。それの1100乗ってて、で CRF 乗って、でこれですよ。ですよね。CRF 長かったですよね。なかったです。大きいバイクから小さいバイクが重量でいうと3分の1ぐらいになって。そうですね。で今回これ。そうです。どうしてこれで？これは知り合いが、Z の650、これのカウルなし持ってて、で足回りと ECU いじくったやつでちょっと借りたんですよ。でちょっと気に入っちゃって、そろそろ CRF ももう14年乗ってるし、そんなのあります？そろそろ変えたいなと思って、で次やるならフルカールがいいなと思ってたんですよ。たらこれ、全くまるっきり中身一緒で、フルカール、じゃあこれで乗ってみて実際どうなんですか？いいです。楽しいです。楽しいです。これはいいです。結構走ってて迫力ありますよね、フルカウルだからね。そうですね。でなんとなくこう見てて昔の GGR の頃の挙動をしてて、そうですね、川崎って感じですよ。川崎ですよ。これちなみにジムカーナにするにあたってどこいじってるのかちょっと説明していただきたいんですけど。フロントフォークの中身、カートリッジとリアサスと、あとハンドルアップハンドルにして、あと ECU の書き換え、そんなもんですね、これはまだ。ちなみに ECU の書き換えはあれですか、アイアンポニーさんかな。そうです。作田さんのとこでやってもらって、で、バンパーは SSB そうですよね。これリアはオーリンズの何ですか？オーリンズのね、これないんですよ、モデルが。作ってもらいました。一応あるのかな、原型はあるんだけど、なんか安いやつなんですよ。フルアジャスタブル。そう、あれに全部アジャスタブルつけてもらって、車庫上までつけてもらって。なるほど。ファイナルとかは？ファイナルは一丁ショート。じゃあリアだけで？リアだけ一丁ショート。結構そんなんで走るんですか？ショートにしなくても走れます。それはもう低速が出てるからってことですか？そうですね、低速出てますね。2気筒ですよね。そうです。どこどこってしないんです。低速でちょっと開けちゃうとどこどこする。じゃあアイドリングで回る感じ？そうですね、アイドリングで回っちゃう感じで。アイドリングは ECU の方でコントロール？いや、アイドリングアジャスターついてるんですよ、これ。普通についてる川崎ならでは。川崎。まあ川崎ですね。そこもポイントですね、これね。このインジェクションのくせにこれついてて。ちなみにアップハンドルってもともとアップハンドルじゃないんですか？これ違います。セパハンだけど。セパハンっていうか、そっか。ここにボルト止めのこの上にこういう風に出てるんですよ。結構高めのやつですよね。でも垂れちゃってるから、ハンドル切るとタンクに当たっちゃうんですよね。あとハンドル切れ角増やしてます。それはストッパーですよね。そうです。ストッパー切ってここの奥のところでこう止めてやって、フレームに当てるんですね。フレームに当てて。いいですね。ちなみに車重って何キロぐらいですか？分かんないですね。特に軽量化はじゃあしてないですよ、何も。ライトは普通のハロゲンですね。電球の玉がついてる。じゃああんまり重くなくて。そうでもね、ユニット自体は結構大きいんですよ。そうですよね。2つ目だし。2つ目だから、そこそこの重量はありますね。でもフルカウルの方がいいと。フルカウルの方がいいです。全然いいです。でフロントフォークはもともとあれですか？片っぽだけバネで片っぽダンパーみたいな？いや、両方バネで調整なし。調整なしなんですよ。それを、フルアジャスタブルのカートリッジに付け替える。これは売ってるもんなんですか？普通に。これもね、多分ね、作ってもらったんですよ。オーリンズで作ってもらいました。結構お金がかかっちゃっている。かかりますね。でも今は最高に楽しい感じ。楽しいですよね。何より楽しまなきゃ
そうです。続かないですもんね。はい、皆さんもどうですか。忍者650。忍者650です。